フライドポテトは美味しいですね。ケチャップをつけたらもう最高。でも問題はボトル入りのケチャップは必要な量だけ出せないこと。ケチャップには慣れてしまってその不思議な性質に気づきません。瓶の中身が鉄の塊のような固体だったら、いくら振っても鉄は出てきませんね。でも同じ瓶に入っているのが水のような液体なら注ぐのはまるで夢のように簡単。しかしケチャップは決めかねているよう。一体固体なのか液体なのか、その答えは場合によりきりです。ごく一般的な液体、水、油、アルコールなどは加えた力に比例して反応します。2倍強く押せば2倍早く動きます。この関係を見抜いたのはリンゴの逸話で有名なアイザック・ニュートン教なので、ニュートン流体と呼ばれます。しかしケチャップは比例関係に従わないグループに属し、非ニュートン流体と呼ばれます。マヨネーズ、歯磨き粉、血液、ペンキ、ピーナッツバターや他にも多くの流体が力に対し比例的に反応しません。これらの流体の見かけの粘性はどれだけ強く長く早く押したかに依存します。実はケチャップは2つの意味で非ニュートン的なのです。1つ目、ケチャップは加える力が強いほど流れやすくなります。一定の力以下では基本的に固体のように振る舞います。一定の力では基本的に固体のように振る舞いますが、限界を超えると突然粘性を失い、桁違いに流れやすくなります。経験ありますね。2つ目は加わる力がこの限界点以下でもいずれはケチャップは流れ始めます。この場合力ではなく時間がガラスの牢獄に閉じ込められたケチャップを解放する重要な要素なのです。ケチャップはなぜこうも奇妙に振る舞うのでしょう。ケチャップは細かく砕いて潰された完全に粉々のトマトからできています。小さな粒子が見えますか？これがケチャップ製造工程で残ったトマトの細胞です。粒子を取り巻く液体は何でしょう？大半は水で酢、砂糖と香辛料が含まれます。ケチャップが止まった状態ではトマトの粒子は均一に、しかもランダムに散らばります。さて、素早く弱い力を加えると粒子はお互いにぶつかり合い邪魔し合って通り抜けることができず、ケチャップは流れることができません。今度は強い力を一気に加えてみましょう。十分な力がトマトを押しつぶし、小さな球ではなく楕円状になってブン。粒子の集団は十分な空間を得て間を通り抜けケチャップは流れます。次にわずかな力をとても長い時間与え続けてみましょう。この場合何が起こっているのか正確には分かっていません。一つの可能性は容器の壁付近にあるトマトの粒子が真ん中付近にゆっくりと押し寄せられ、粒子を溶かしていた液体が、これは主に水でしたね。端っこ付近に残され、この水が瓶中心部のケチャップの塊との間で潤滑剤として機能するので、ケチャップはうまく流れるというものです。もう一つの可能性は粒子同士が小さな塊となり散らばって互いに通りやすくなるというものです。流体の流れを研究する科学者たちは今もケチャップ類の流れについて精力的に研究しています。ケチャップは力を加えるほど流れやすくなりますが、水溶き片栗粉や純粋なピーナッツバターなどの物質では力が加わるほど硬くなっていきます。回転する棒の表面を登ったり、一旦流れが始まるとビーカーから流れ出し続ける流体もありますが、物理学的な観点からはケチャップはその中でも特に複雑な混合物です。さらにややこしいことに、各種含有物と多くのフルーツ飲料やミルクシェイクに含まれるキサンタンガムのような天然増粘剤の割合によって異なる種類のケチャップは全く異なる挙動を示すことです。でもその多くは2つの特徴を示します。ある力を超えると突然流れやすくなることと、弱い力でも長い時間かけると徐々に流れやすくなることです。つまりケチャップをボトルから出す方法は2つ。時間をかけてそっと容器を振ることです。でも力を加え続けることが大切です。もしくは容器に力を一気に加えます。でも玄人は蓋をしたまま容器を何回かさっと強く振ってトマト粒子を眠りから覚まし、それから蓋を取って適量うまくおいしいポテトにかけています。ケチャップが注ぎにくい理由など重要な質問に答えているのに、なぜ無能な人は自分が素晴らしいと思うのでしょうか。この動画でご紹介します。私たちのチャンネルに登録してください。人生最大の疑問を問いかけ答えています。